アイドルシャッター始めるぜ。超可愛いよその顔のまんまこっちを向いてピース。まあセクシーさも持ってるんだ色っぽい顔のまんまオッケー。アイドル性も持ってますよ。ズッキュン奪うぜまたハートキラー。こっちを狙ってバンバンバン。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、僕は今、TikTok Japan さんにお邪魔しております。で今から、TikTok の、人事担当の方と社員さんにインタビューさせていただくということで、今から行こうと思います。はい、こんな感じで TikTok の電車が日本特急っていう風になってますね。だからなんか遊び心がやっぱりありますね。というわけでですね、今日は、TikTok のコンテンツ部門チームの、石谷さんに OB 訪問という形で、ざっくばらんにお話しさせていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。石谷さんは普段、TikTok 社でどのような業務をされてるんですか？はい、コンテンツチームなので、はいTikTok のそのコンテンツの企画とあとは運営を主にやってます。なるほど。はい、コンテンツってTikTok の中にハッシュタグチャレンジって知ってますか？知ってます、知ってます。はい、でハッシュタグチャレンジを、はい主に企画して、はい、でそれを運営しているっていうのが、簡単な説明だとそんな感じですね。そうなんですね。あれを作ってるんですね。そうです。すごいです。なんか僕も結構 TikTok 使うんですけど、ハッシュタグ MV モードみたいなよく見るので、あれを作っているチームの方ということで、今日はお話を伺いたいんですけども、石谷さんが、TikTok 社に入社してから今何年ほど経ちましたか？大体半年ぐらいですね。若くないですか？若いです。今おいくつですか？今年29です。意外と若くない。意外と若くないです。意外と若くないですね。それまでは他の会社にいてそうですね。一応ここは3社目で、それまではずっと中国に関わる仕事やってたんですけど、前職は中国マーケターとしてこの中国のそのマーケティングコンサルティング事業みたいなことをやっていて、でそこから縁あってここに転職したということですね。じゃあ、TikTok 社に来て半年っていうことで、実際に、入社前と入社後でギャップみたいなのはあったかもしれないですけど、石谷さんなりの TikTok 社の魅力は何でしょうか？そうですね。TikTok 社って結構謎に包まれてる部分もあるかと思うんですけど、僕が思う2つの魅力があって、で1つがグローバルな環境っていうところですね。であともう確かに、国際色豊かですよね。そうですね。いろんな国の社員がいて、いろんなところに支社があって、で常に交流ができる、そういう場があるっていうので、すごくグローバルな環境だなっていうのが一つ魅力かなと。でもう一つはスピード感ですね。なんかやっぱり日本企業ってこう硬くて、なかなか物事が進むのが遅いとかそういうイメージを持っている人もいるかもしれないですけど、この会社割と大きいですけど、ただスピード感っていうのはものすごくあって、どんなことをやるにしてももうすぐ決まってすぐやって、で逆にすぐレビューしてですぐノウハウを蓄積してみたいな、そこのスピード感は全然違います、ね。いや本当そうですよ。 TikTok がローンチされてからまだ2年しか経ってないけど、ここまでの規模になったっていうところで、スピード感は半端ないですよね。それはあると思います。この2つが主な、石山さんから見た、石谷さんから見た、魅力ということで。そうですね。わかりました。ありがとうございます。で、約数年間他の会社で働いて半年前に入社されたということで、入社前と入社後のギャップみたいなものはありましたか？そうですね。企画なんで、結構このみんなでこう話し合って、それ面白いねとか、なんかそれ流行りそうとか、なんかそんな感じでどんどんこう企画を作ってアイデアを出し合ってやっていけるのかなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、そういう部分もあるんですけど、意外とこの会社ってかなりこのロジックにすごくを重視していて、データに基づいてるんですよ。だからもうなんかそのアイデア面白いからやろうじゃなくて、そのアイデア面白いんだけど、じゃあ実際アプリ内でそのやって実績としてはどうなのかとか、果たして本当にそれユーザーさんが喜んでくれるのか、楽しんでくれるのかっていうのを感覚じゃなくてあくまでデータに基づいて分析して進めていくっていうのは入ってからすごく感じましたし、結構ギャップでしたね。驚いた。スピード感がありながらも、そういったその証拠に基づいて、何ですかね、実行するっていうところが意外というかギャップがあったっていうところで、なんか遠回りとか硬い感じにも感じるんですけど、
逆にデータに基づいてるからこそ失敗するリスクっていうのは低いし、はい、逆にそれがデータとは違う現象が起きることもあるんですね、はい、それは悪いこととも限らないで、逆になんかあれ思ったことと違うことが出てきた、でそれって逆に新しい発見で、何でも感覚的にやっちゃうと人ってバイアスがかかって、はい、やっぱりそっちにどんどん寄ってっちゃうじゃないですか。そうですね。でもこの事実に基づいてやってみた時にまた新しい現象が生まれて、でこれがまた新しい気づきになって、はい、新しい企画アイデアにつながっていくっていうこともあるので、そこはすごくうまくできているなというふうには思いますね。その、石山さんが、はい、半年石谷です。すいません、はい、申し訳ない2回目いいですけど石山でも、はい、石谷さんが今、企画チームということで、コンテンツチームでお仕事されている中で、1日のスケジュールっていうのはどんな感じになってるんですか？そうですね、大体10時ぐらいに会社に来て、はい、でそこからほとんどが企画会議であったりだとか、はい、あとはそうですね、各プロジェクトの進捗をみんなで共有するような会議だとか、そういった会議が結構多いんですよ。はい、はい、それが大体1日の半分ぐらいが大体ありまして、はい、でそれ以外に各メンバー自分のさっき言ったハッシュタグとか、はい、自分が担当しているその企画がありますので、はい、それの進捗の確認であったりだとか、あとは結構タレントさんとかテレビ番組とかそういったところの撮影の同伴があったり、はい、はい、そういったので結構詰めであっという間に1日終わっちゃうっていう感じですね。そのさっき聞き忘れたんですけど、はい、その1日のスケジュールの中で10時に、出社して、はい、大体何時ぐらいに帰りますかね？大体通常だったら8時とか9時とか、はい、はい、そのくらいですかね。意外と早いんですね。はい、そうですね。はい。時によりますね。時の場合によるけど、はい、大体ははい、そうですね。そうなんですね。その中で一番楽しい瞬間とか、好きなその業務っていうのはありますか？そうですね。例えば自分が企画したそのチャレンジとか、そういったのを状況を確認するわけなんですけど、その反応がすごくいいなというふうにデータで見れた時っていうのはかなり気持ちいい瞬間かなと思います。なるほど。すごい投稿が増えてるとか、はい、はい、バズってる感を感じることができた時っていうのは結構テンションが上がる、確かにその成長率というか伸び率に楽しいなって思ったっていう、多分一緒だと思います。確かにそうです、YouTube とかももろ数字で現れるので、その分悲しいっていう部分もあるので、一種の僕も依存症みたいな感じかもしれないです。なるほどなるほど。はい、そのダメだった時になんでダメだったのかっていうのをいろんな角度からデータで分析したりだとか、でそこで新たな気づきがあったりだとか、はい、はい、そういったのはすごくテンション上がる時ですね。そういいですね、それは。じゃあそのワクワクする瞬間は、その伸び率っていうところをお聞きしたんですけども、今後石谷さん自身がやってみたいことみたいなっていうのはありますか？やってみたいこと、そうですね。結構TikTok のイメージみたいなのって、はい、結構人によってあると思うんですけど、ダンスだとか、はい、リップシンクだとか、はい、で実は最近今ちょうどやってるのがスポーツ王っていうスポーツの企画やっていたりだとか、はい、あとはグルメとかファッションとか、はい、本当にいろんなジャンルの動画が今いっぱい出てきていて、でそれに付随して結構有名なインスタグラマーの方が TikTok 始めたりだとか、はい、芸能人の方が始めたりだとか、アーティストが始めたりだとか、はい、やっぱりそういうアプリ内の企画がアプリ外まで派生して、でさらにそういったビッグな方とか、はい、今まで TikTok やったことのないような方が TikTok に入ってきて、でその企画が話題を生み、また話題につながっていくみたいな、そういったこの一つの企画から起きるこの現象っていうのを作っていくっていうのにすごくやりがいを感じているので、はいはい、スポーツやったら今度グルメでもやってみたいし、いろんなジャンルで面白い企画を作って話題を拡散していきたいな。なるほど、はい、それは感じ。ちなみにそのコンテンツチームの中に、インターン生みたいな形で学生もいらっしゃいますか？はい、1名か2名。今が1名ですね。1名。はい、その学生も実際にそのコンテンツチームの一員として、社員さん同様にお仕事をするっていう、そうです。はい、じゃあもうほぼフラットな感じで。フラットです。かなりもう企画にも関わるし、はい、実際にその企画が通ればその企画も実際に担当してもらうし、そうなんですね、はい、基本的にはフラットですね。じゃあ TikTok 社としてはその日本のよくある、年功序列みたいなっていうよりは、もう全員フラットでっていう。もう超フラットです。全くそういう年功序列みたいな概念がないですね。はい、そうなんですね。そういった意味ではすごく働きやすいと思いますし、
はい、なんか僕の今そのいろんな社員さんと、今日お話しさせていただいた感じでは、なんか全体としても平均年齢がお若いなっていうふうに思っていまして、大体何歳ぐらいなんですかね。平均27歳ぐらいですかね。27、8ぐらいですか。めちゃくちゃお若いですね。じゃあその大体20代の方が引っ張っていってっていう。そうですね。いいですね。その今から今後長期インターンをしたい学生、TikTok 社で、長期インターンをしたい学生っていうのはかなりの数いると思うんですけど、そういったその学生にアドバイスというか、TikTok 社に沿うような人間になるにはどういうそうですね、ことをすればいい、まあ難しいとは思うんですけど、アドバイスみたいなのがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。まあインターンをやりたいと思うからには、やっぱり何かしらそういうなんか学びたいだとか、やりがいがあることをやりたいだとか、なんか社会人になるために、準備としてなんかいろんな知識を身につけたいだとか、いろんな目的あると思うんで、ぜひそういった自分なりにやりたいっていうものを持ってなんか来てもらえるといろいろとやってもらえるんじゃないかなと思いますね。でやっぱりグローバルなんで、しかも今日本で一番勢いのあるアプリの一つで、そういったプロダクトを持っていて、でグローバルな環境で、日本もすごく優秀な方多いですし、それ以外にも各国にもそういった方々がいて、でインターンの方でも全然ちょっとした英語とかで喋れれば、もう全然社内のチャットとかで、変な話アメリカの社員と交流したりだとか、そういったことも全然できるんで、なのでそういったプロダクトが今日本でどう動いてて、でそれを回してるグローバルな会社がどういう会社かっていう、そういった環境の中に入って働けるっていうのは本当に少ないチャンスだと思うんで、そういった環境で自分の目的をしっかり持って働くことができれば、もうどんな人でも楽しんでやれるんじゃないかなと思いますね。ちなみにその英語のスキルとか中国の語のスキルっていうのは必須ではないんですか？いや必須ではないです。なるほど。じゃあなかなかできない方でも働いてる全然大丈夫です。はい、今インターンしてる方は、英語は学生さんなんで、普通のレベルですね。で中国語とかその他の言語もできる方じゃないんで、普通に日本語だけで普通に業務できてます。そうなんですね。じゃあその学習欲が高いとか熱い思いを持った学生に来てほしいっていうそうですね。わかりました。じゃあ最後になんです。石谷さんが一緒に働きたい人っていう、個人的で大丈夫なんですけど、一緒に働きたい人っていうのをお聞きしたいなっていう。そうですね。僕が今やってるのはコンテンツなんで、どっちかというとさっきも言ったようにデータに基づいてなんで、もちろんロジカルに考えられる方っていうのはすごく重要なんですけど、それだけじゃなくてたまにはちょっとふざけてみたりだとか、なんか全く別の視点からちょっと奇想天外なことを考えてみたりだとか、でそれをなんか臆することなく会議の場で冗談でもいいから言えるような人、そういった人ってすごく重要で、そういったのから広がることもあるし、なんで臆することなくなんか自分が思ってる楽しいこと面白いことアイディアっていうのを言える人っていうのは一緒に仕事したいなと思いますね。いやめちゃくちゃ、自分が学生立場で言ったらすごい今のお話、貴重ななんていう参考になるお話だったので、ありがとうございます。ということでですね、TikTok Japan に興味がある方はぜひエントリーしてみてください。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。